こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。皆さん、つい先日、アメリカのニューヨークのちょっと北、プロビデンスで開催されたフライトシムエキスポ2025はもうチェックしましたか？フライトシムファンにはたまらない年に一度のお祭りが今年も開催されました。このイベントで、これから私たちのフライトシム環境を激変させてくれるであろう、ワクワクするような新商品をたくさん発表してくれました。今回はその中でも特に注目を集めた周辺機器やアドオンをまとめて皆さんにご紹介していきます。まずは具体的な内容に入る前に、ざっくりフライトシムエキスポ2025がどんなものなのかご紹介させてください。これは年に1回開催されるフライトシムコミュニティのためだけに特化した展示会なんです。世界中の開発者さんやハードウェアメーカーさんが大集合して、最新のフライトシミュレーション向けのアドオン、周辺機器なんかが展示されたり、発表されたりする、いわば日本でいうコミックマーケットみたいなものです。去年はアメリカのラスベガスでの開催でしたが、今年はプロビデンスで開催されました。では一体どんなものが発表されたのか、早速見ていきましょう。まずはフライトシムの没入感をぐっと高めてくれるハードウェア部門です。今年もやってくれましたウィンウィングさん。去年ウィンウィングさんはエアバス A320 の FCU や MCDU、ボーイング737の MCP などエアライン向けに特化した商品をたくさん発表してくれたんですが、今年もそれは健在で絶好調みたいです。今回の発表ではエアバスのホームコックピット向けのデバイスとして無線パネル、トランスポンダーと ECAM パネル、ティラー、ギアレバーとオートブレーキと時計が一体になったパネル、エアバス向けにカスタマイズされたラダーペダルなどが価格と一緒に発表されました。これらを組み合わせれば、エアバスのホームコックピットを作るのにちょうど良さそうです。この中で個人的に気になっているのが、飛行機の地上走行中に使うティラーとラダーペダルです。ティラーは日本円で12,000円と価格も魅力的ですし、ラダーペダルはフォースフィードバックなし、ちょっとあるもの、強力な振動があるものと3つも選べるのが嬉しいポイントです。ウィンウィングさんはこれ以外にもリアルなエアバスのスラストレバーなんかをすでに発表しているので、これまでに発売された MCDU、FCU、サイドスティックを組み合わせれば、比較的リーズナブルな価格でちょっとしたホームコックピットができちゃいます。エアバスが好きな人であれば満足できそうですし、臨場感が半端ないことになりそうです。ちなみに去年発表されたボーイング向けのどでかい操縦桿については、今年も価格の発表がありませんでした。これ一体いくらになるんでしょうか？とても気になります。次に注目したいのは、メリディアン GMT が今回の展示会で披露してくれたタンゴプラススロットルクワドラントです。デザインがなんとなくハニカムブラボースロットルに似てるなーって思っている方もいるかもしれません。それもそのはず。このスロットルは元ハニカム社で働いていた方が手掛けたものなんです。納得ですよね。このコントローラーの最大の特徴は何といってもモジュール方式を採用していること。簡単に言うと、コントローラーのベースはそのままに、各モジュールを差し替えることで、セスナのようなプロペラ機から、エアバスやボーイングのような旅客機など、様々な機体に対応できるようになるんです。しかも、ただスロットルを差し替えるだけではなくて、例えばエアバス用であれば、専用の FCU や EFYS なども含まれているんです。つまり、このタンゴプラススロットルクワドラントは、拡張性をものすごく重視したスロットルコントローラーということになります。製品のリリースはまだ先にはなりますが、これは個人的にかなり気になっているコントローラーなので、もし手に入れられるようであれば、どんな感じなのかをお伝えしたいと思います。続いてアドオン部門です。フライトシムのもう一つの楽しみといえば、やはり美しいシーナリーやリアルな機体アドオンですよね。今回もすごいアドオンが発表されました。今回のフライトシムエキスポ2025で
一番の盛り上がりを見せたと言っても過言ではないのが、エアロソフトさんとタッグを組んで発表されたマイクロソフトフライトシミュレーター向けのエアバス A340-600 です。なぜこんなに盛り上がったのかって、それは強力なタッグパートナーが明らかになったからなんです。その名もトーリスさん。X プレーンをプレイされている方なら、おとピンとくる方もいるかもしれません。トーリスってどんなメーカーという方のために説明すると、カナダに拠点を置くフライトシムソフトウェアの開発会社で、エアバス社の航空機に特化した非常に高精度なシミュレーションアドオンを開発・販売していることで有名なんです。しかもエアバス社から公認のライセンスを受けているというとんでもない実力派。つまり前評判では超リアルなフェニックスの機体と肩を並べるようなクオリティの高い機体を作ってくれそうだということで、こんなにもフライトシムコミュニティが盛り上がっているわけなんです。まだ開発の段階ですが、外装をエアロソフト、システム面、飛行中の挙動をトーリスが担当しているということなので、海外の反応もかなり好評みたいです。もちろん私もどんなものが出来上がってくるのか本当に楽しみで仕方がありません。そうそう、A340 といえばもう一社開発に参戦してきそうなメーカーがあるんです。そのメーカーはイニビルズさん。イニビルズさんは A340 の第一世代型であるダッシュ300の開発を進めているようです。まだ正式に発表されたわけではないんですが、彼らの動画の中でルフトハンザドイツ所属の A340 のレジ番号をデカデカと映したり、公式ディスコードにもその話題が取り上げられたりしているので、これはもう8割方作っていると見て間違いないです。イニビルズさんの機体はそれなりの再現度で、こちらも大いに期待したいです。それにしても A300 から A380 までほとんどのエアバス機を開発することになるなんて、イニビルズさん、エアバス機のスペシャリストって感じです。そんなイニビルズさんですが、ついに A350 ストラワイドボディでウルトラロングレンジバリアントをリリースしてくれました。塗装はシンガポール航空とハウスカラーとなっていますが、18時間以上のノンストップ飛行が可能になったので、飛行の幅がますます広がりそうです。コミュニティの意見を受けて、機体のノーズコーンの尖りが修正されたり、2024限定にはなりますが、キャリアモードへの対応、そしてCaptain, we have a passenger refusing to follow crew instructions and is becoming disruptive. 機体側のイベントとして乗客がシートにぐるぐる巻きで取り押さえられる厄介なお客、機内食で食中毒が発生するユニークなイベントも追加されました。そして約2000円でエミレーツなどの各航空会社専用のファーストクラスを含んだ内装が用意されましたが、こちらは大品種公開、その後フリーで提供されることになりました。残念ながら日本のシート配列を再現したものはこの中には入っていません。この他にもブルーバード757が順調に開発が進んでいることを示すトレーラーが公開されたり、FSS さんはボーイング727でダッシュ100やスーパー27という機体を発表したり、シナプティックさんが開発中のマイクロソフトフライトシミュレーター向け A220 について順調な開発具合がトレーラーで公開されたり、ミリテックシミュレーションズさんがヘリコプターの MH-60 シーホークが7月中にリリースされることが決まったりと、多くの発表がありました。今回のフライトシムエキスポ2025もフライトシムにはたまらない内容盛りだくさんでした。皆さんが特に気になった商品はありましたか？ぜひ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。